こんにちは。間違えた。こんにちは。今回は雑談に挑戦してみます。すごい緊張するんですけど、テーマを3つご用意してます。1つ目は一番最初の動画投稿から1月経った感想です。初投稿は7月なんですけど、VTuber 活動を思い立ったのが3月で、半年ぐらい今経ってます。で、それまでの私は、例えば VTuber についてとか全然知識がなくて、そんな状態から始めて、いろいろ調べながら進めて、で、本当に動画投稿の速度も、噛むより遅いし、まともに見てられない状態だろうとは思うんですけど、なんとかどうにか一月は経ちましたっていう感じです。一月経って最初にお伝えしときたいのが、ちょこちょこ睨んじゃうのごめんなさいっていう感じで、なんかね、ゲーム始める前に、ちゃんと設定してるつもりなんですけど、なんかね、ゲームしてるうちに、集中してるうちに、どんどんこうやって睨んじゃうんですよ。ごめんなさい。なんとかね、このね、睨みを減らしていきたいなと思っているとこです。今のところ私のチャンネル、登録者さんがお一人いらして、本当に嬉しかったんです。とっても励みになっております。ありがとうございます。で、二つ目のテーマが、最近ハマってるゲーム。で、私、夕飯をね、作るときとか、YouTube 動画を見ながら家事をするんですけど、勉強のためにですね、他のゲーム実況者さんとか、VTuber さんの動画を拝見することも多いです。で、そんな中、最近おすすめに出てきたのが、もうね、本当に可愛らしい VTuber さんのゲーム実況の動画で、本当に可愛いの塊みたいな VTuber さんなんですけど、ゲームが龍が如くだったんですね。で、龍が如くって人気ゲームじゃなかったっけってびっくりして、それでどんな実況になってるんだろうって興味が湧いてちょっと覗かせていただいたら、これが面白くて止まらなくなっちゃって、人気ゲーム、ヤクザゲームって誰が強いかを競うだけみたいな、なんか非道な行為を楽しむだけのゲームだろうって勝手に思っていたから、全然自分がやってみたいゲームの範疇にこれまでなかったんですけど、なんかあんなに応援したくなるような人物が出てくると思ってなくてびっくりして、でそれからシリアスなだけだろうとも思っていたのが、すごく笑える要素もたくさんあるんだっていうのが分かって、一気に引き込まれました。で、龍が如くってシリーズで8くらいまで出てるんですよね。で、その動画でプレイされてたのはシリーズの中の7だったんですね。で、ちょっとこれは最初から見たいと思って、それでその7の実況はなんとか歯を食いしばって途中で止めて、どこから見始めるのが一番いいのか Google 先生に聞いて調べたりとかして、でどうやら時系列で言うと0から始まるみたいなんですけど、シリーズの1にあたる極みを見てから0、そして2にあたる極み2で3、4って続けていくと一番楽しめるらしかったんで、じゃあ極みからにしようと思って、自分でねプレイするのはちょっとまだ自信がなかったので、7を実況されていた VTuber さんとは別のゲーム実況者さんの動画なんですけど、極みから追い始めたところです。ただね、やっぱりリアル系暴力ゲームに免疫がなくて、で流血格闘シーンとかまだ直視しにくいんで、そういう場面になったらちょっと画面から目を離して手元のハンバーグの種をこねるのに集中したり、キャベツの千切りに集中したりしてやり過ごしてます。あとはヤクザの
組織構成とかも全然知識がなかったので、これもまた調べて、Excel に組織図とか作って準備万端で臨んでます。はい。そんな感じで、私の VTuber デビュー1月目の感想は、VTuber 活動を始めたこと自体もそうですけど、ゲーミングパソコンを準備してまでゲーム実況しちゃってること、それから龍が如くにハマっちゃうとか、それまでの私からは考えられない行動に自分でびっくりしている、そんな日々でした。で、3つ目、今、ショート動画にも挑戦しているので、近々投稿したいなと思ってます。内容は本編動画からの切り抜きと、それから VTuber 関連の日本語を英語で紹介してみるのはどうかなと思ってます。で、これもまたこれまでやったことのない挑戦で、なかなかサクサクと進まないんですけど、少しずつ動画を増やしていけたら嬉しいなと思ってます。ではでは、今回の雑談はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。よかったら応援してくださいね。それじゃあまたね。